こんにちは。整理収納アドバイザーの七尾明子です。今回はオンラインで約2時間ほどで行った整理収納ビフォーアフター事例についてご紹介したいと思います。このチャンネルでは収納や片付けを中心とした暮らしに役立つ情報を発信していきますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。では今回のお宅のビフォーの状態からご紹介します。今回お片付けをしたのは寝室兼子供部屋としてお使いの和室です。押し入れとおもちゃ収納が特に気になっているので片付けたいとご希望でした。その押し入れの様子がこちら。開き扉式で一面のみの構造の押し入れで、お子さんの季節外の服やお布団などが収納されていましたが、空間がうまく使えておらず、普段寝る時にお使いのお布団も出し入れしづらい状態でした。こちらは押し入れの真ん中の段です。押し入れ用ラックを使って空間を区切って収納されていましたが、もともと別の部屋にあった衣装ケースをこちらに置くようになり、ラックを横向きにしたため物が出しづらい状態でした。こちらは押し入れ下段です。こちらにもよく見ると押し入れ用ラックがありましたが、ここも衣装ケースがあり、せっかくのラックがうまく活用できていない状態でした。そして押し入れの横のスペースには衣装ケースを置いてお子さんの服を収納されていましたが、衣装ケースの上に置き場のないものが詰め込まれていてパンパンの状態でした。こちらがその衣装ケースの上です。お子さんの使用頻度の低いおもちゃのほか、来客用のあまり使っていない座布団などがなんとなく置かれてしまっていました。続いてこちらは押し入れの向かい側にあるおもちゃ収納用のラックです。同系色のケースで統一されていて、パッと見はそれほどごちゃついていないように見えますが、どこに何があるか分かりづらく、お子さんが片付けしづらいようでお困りでした。深さがあって中身が見えないボックスをお使いということもあり、どこに何があるか以前はちゃんとカテゴリー分けされていたそうですが、いつの間にか分からなくなってしまっていたそう。こちらをもっとお子さんでも自分で片付けられるようにしたいとご希望でした。ラックの隣には以前別の部屋で使っていたというカラーボックスも置かれていましたが、奥行きが浅く使いづらいそうで、せっかくの収納なのに中身が空っぽの状態でした。このようなお悩みを解決するために早速押し入れおもちゃ収納を見直していきました。そうしましたら押し入れの中身ですね、そちらをちょっと出していこうと思うんですけれども、出していただくときに使用頻度で、ある程度分けながら出していただきたいと思っています。押し入れの中のものを使用頻度で1群、2群、3群に分けながら全部出していきます。押し入れのものを出し終わったら、衣装ケースの上もおもちゃ以外のものを同じように分類します。衣装ケースちょっと念のため2つ並ばないか、ちょっとトライしてみていただけます？はい。全部出し終わったら押し入れに配置を考えつつ収納します。2つ並んで入らないと思っていた衣装ケースでしたが、試しに並べてみると実はぴったり入ることが判明。これにはお客様も知らなかったと驚かれていました。押し入れラックがあったと思うんですけども、押し入れラックを、中段にですね、2つこう縦にじゃなくて横に並べる感じで置いてみていただけますか？衣装ケースの次は布団の収納です。お手持ちの3つの押し入れ用ラックを使って空間を区切ります。ラックを置いたら一番下に普段使っているお布団、その上に来客用の布団を配置。お布団が1箇所にまとまったとお客様も喜んでくださいました。そして最上段にはもともと入っていた思い出のものの収納用ボックスを戻します。さらに衣装ケースは奥行きが余っていたため、裏側に使用頻度の低い座布団を袋に入れて収納しました。そして衣装ケースの上の余ったスペースには旅行用品やアイロン台などの残ったものを収納。約1時間ほどで押し入れの収納が完成しました。続いておもちゃの収納も同じように使用頻度で分けながらラックから全部出していきました。ラックが終わったら衣装ケースの上に残っていたおもちゃも同じように分類していきます。全部出してみるとかなりのおもちゃの量。おもちゃこんなにいります？とお客様ご自身も驚いていらっしゃいました。全部出して量が分かったところで、今度はラックに使いやすく収めていきます。2軍のおもちゃが
割合としては8割ぐらいなんじゃないかなって気がするんです、なので確実にこれは絶対お気に入りだっていうものをまずは救出していただいて、もういらないなっていうやつを、避けていただいて、で残りちょっとラインナップ見て、強いて言えば2軍かな、強いて言えば3軍かなっていう感じで緩く分けて、で押し入れなり衣装ケースの上なりっていう感じで残りを仕分けていければと思いますので、大量にあるおもちゃの中から特によく使うものをラックに戻していきます。お子さんが分かりやすいようにできるだけボックスで隠さずに見てすぐ分かるように収納していただくようお伝えしました。またラックの置く高さにもポイントがあります。置いていただくときに、絵本は多分下から3段目ぐらいでも目線の高さ的にお子さん取りづらくないと思うんですけど、おもちゃはやっぱりこう2段目ぐらいまでにしてあげないと、特に箱に入ってるおもちゃの場合とかだと結構使いづらいと思うので、おもちゃはできれば、よく遊ぶものは2段目が一番下かっていう感じで、もともと低い位置にあった絵本は目線の高さの下から3段目に配置。そして奥行きが浅くて使いづらかったカラーボックスにはぬいぐるみなどを収納しました。残った2軍のおもちゃは棚の上の方に収納。置き場所に困るボールプール用のボックスはカラーボックスの後ろに収納しました。最後にほとんど遊んでいない3軍のおもちゃは押し入れの最上段の空いたスペースに収納。では早速今回のビフォーアフターをご覧ください。まず押し入れのビフォーアフターです。どこに何を置くかが若干曖昧になってしまっていた押し入れでしたが、中段にお布団、下段に季節外の服や旅行用品、そして上段に思い出のものと3軍おもちゃとゾーニングを決めることでだいぶ分かりやすくすっきりしました。続いてはおもちゃ収納です。使用頻度で1軍、2軍、3軍に分類し、3軍のおもちゃは押し入れに移動することができましたので、少し量的にも絞ることができてすっきりしました。お子さんがよく遊ぶおもちゃはお子さんの目線に合わせた高さに分かりやすく配置しました。できるだけケースで隠さずに配置することで、お子さんにもどこに何のおもちゃがあるのか分かりやすいように意識しています。そして奥行きが浅くて持て余していた奥のカラーボックスにはぬいぐるみや車などのおもちゃをそのまま収納しました。ぬいぐるみ以外の箇所も薄いボックスを横向きに置くことで浅い奥行きでもうまく収納できるように工夫しました。そして押し入れとおもちゃ収納が整理できたことで衣装ケースの上もだいぶすっきり。使用頻度の低いかさばるおもちゃを一部残していますが、それ以外はほとんどちょい置きがなくなりました。はい、作業じゃあされてみていかがでしたか？作業してみて思ったのが、めっちゃ気持ちがよくて、もっと早くすればよかったっていうところです。早くしてれば一日でも楽しい、一日が過ごしたいなっていう気持ちとともに、もうやって逆に今日からめっちゃ、捨てるもの、いるものっていうのもすごく判断ができるようになったし、何より見ていてもらうとこうがぜんやる気が出てきたので、すごく良かったです。一番びっくりしたのがやっぱり布団類を全部同じ場所に、収納できたことで、それによってやっぱ普段から常に出し入れできるところが余裕を持って出し入れできるようになったので、そこはすごく使いやすくなったんじゃないかなと思います。で、2点目が子どものおもちゃがすごくこう見えるようになっているので、子ども自身がこれで遊びたいっていうワクワク心が湧いてくる置き方になったんじゃないかなというとともに、片付ける場所で迷うっていう時間がもったいなかったのが元に戻す場所が分かるようになったので、親も子どももこれから片付けが頑張れるんじゃないかなと思いました。はい、ありがとうございます。いかがでしたか？わずか2時間という時間でしたが、お客様の頑張りもあってかなりスッキリしたのではないかと思います。最後にこの動画を気に入ってくださった方はチャンネル登録とグッドボタンをぜひお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。